入門用としてといいますか、360度カメラはどういうような写りをするのだろうと、どういうふうに扱うのだろうというようなことをですね、まずちょっと手始めに覚えるのにはよろしいようなカメラだと思うんですよね。28,000円台9,000円台で使えるというのはちょっと面白そうかなというふうに思うんですね。はい、皆様こんにちは。本日は XTU-S6 を使いましてお散歩動画の方を撮っていきたいと思います。お散歩動画がですね、久々になるんですけれども、さて今回のお話なんですけれども、以前から何度かですねお話の方をしておりましたが、360度カメラというのがですね非常に気になっているものなんですけれども、こちらがですねアカソ360というカメラがかなりお安いんですよね。28,900 円だったかなぐらいで販売されておりましたから、非常にお安いなと。入門用としてといいますか、360度カメラはどういうような写りをするのだろうと、どういうふうに扱うのだろうというようなことをですね、まずちょっと手始めに覚えるのにはよろしいようなカメラだと思うんですよね。360度カメラとして有名どころはですね、インスタ 360X5 というものになりますけれども、あとは最近ですね DJI Osmo 360というカメラも出てきましたし、各メーカーですね360度カメラの方を出してきておりますので、どうなんでしょう、 XTU さんで360度カメラ出さないんですかね。とりあえずちょっと出してみてほしいですよね。で、その360度カメラになりますけれども、インスタ 360-1X2 というのがですね、インスタ360からですね出しました比較的初期なモデルになりますけれども、こちらの方もですね29,000円台で購入できるようですから、なかなか360度カメラ試しに使ってみる価格としてはお安い部類になるのかなと思うんですよね。というのもですねX5 あたりですとやっぱり8万円以上したりいたしますので、そうするとですねちょっと購入するのもですね、躊躇してしまう価格になっておりますから。そして DJI Osmo 360もですね発売されて、お値段はインスタ 360X5 よりもお安いといえばお安いんですけども、それでも67,000円台ですから、試しに使ってみる、購入してみるというにはですねちょっとお高いような気もするんですよね。そう考えますと、28,000円台9,000円台で使えるというのはちょっと面白そうかなというふうに思うんですね。そしてですね、気になるところといたしましては、お値段の近い、アカソ360とインスタ 360-1X2、 こちらがですねどのような違いがあるのかなというところ気になっていたんですけれども、やはりですね同じように気になっていらっしゃる方いたんですね。私がですねよく海外のYouTuber さんで拝見しているお方いるんですけれども、そちらのお方がですねアカソ360とインスタ 360-1X2 の方比較した動画がアップされていたんですよね。実際ですね片方だけの映像を見ますとどちらも遜色ないと言いますか、いい感じに映っているように私には見えるんですけれども、これがですね同じ解像度で
拡大した映像の方を拝見するとですね、なんと数年前に発売されておりましたインスタ 3601X2 の方がですね、非常に精細感のある絵が撮れていたんですよね。あれ、こんなに違うものかというふうに思いましたけれども、まあ簡単に言うとですね、当倍ピクセルで見ますと安価な中華アクションカメラの映像のようにちょっとぼやけていたりする、映像になるんですね。で、実際の解像度よりも精細感が見受けられないかなというような映像に私には見えたんですけれども、片やですね、インスタ 360X2 の方はですね、かなり精細感ある映像が撮れていたんですよね。ただ比較した映像を見るとですね、やっぱり、メジャーメーカーになる理由といいますか、それなりにはあると思うんですよね。ただうる覚えなんですけれども、 X2 の解像度って2.7K ぐらいまでしか撮れないんじゃなかったでしたっけ。しかも50フレームだったような気がしたんですけれども、片や赤素360の方はですね 4K まで撮影できたと思ったんですけれども、撮影といいますか、あれなのかな、再出力をする場合の解像度になるのかな。ちょっとこの辺があやふやと言いますかしっかりと確認していなかったんですけれども、シングルレンズで撮影した時なのか、それとも360度で撮影してソフトウェアを使って切り出した時の解像度とフレーム数なのか、ちょっとこの辺がですね、いまいち私分かってなかったんですね。360度カメラはですね、もし購入したといたしましたらサブカメラとして使う予定なので、解像度は 4K まではいらないといえばいらないんですよね。FHD か 2.5、2.7K で撮影できればいいんですけれども、ただできればですね、60フレームまで撮影できれば、言うことはないかなという気はしますけれどもね。多分ですね、今まで通り通常の形のアクションカメラの方をメインカメラとして使いまして、360度カメラはですね、360度撮れるというところが強みでありメリットなので、自撮りをされていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、自撮りというよりはですね、サイドですとか、あと後方の映像としてこうくるくるですね回して使えたらいいなというふうに考えていたりはするんですよね。使い方としてはですね、サブカメラになるかなという気はいたしますし、使ってみたい、できれば安く抑えたいというところで先ほどお話しした2機種のお話をしたんですね。さあ、現在の撮影をする前にですね、XTU-MAX Pro で撮影の方をしていたんですけれども、その時はですね、この辺に鹿が2頭いたんですよね。もうどこかへ行ってしまったと思いますけれども、特にですね、びっくりしたのが、先日気づいたんですけれども、元ブログでよくスタート地点として利用しているですね、西岡公園というところがあるんですけれども、そこにクマが出たと。お二人見たということで、管理事務所の方にお話ししたようなんですけれども、
で管理事務所の方から警察の方にですね通報されたようなんですけれども、いやー多いですね、クマ。西岡公園のどの辺に出たのか分かりませんけれども、その後はですね山の方に移動していったようなんですが、住宅街の方に出てこられたらちょっと怖いですよね。ちょっと話の方はそれてしまいましたけれども、360度カメラがですねお安くなっていて、かなり以前から気になっている商品だったので、お話の方をしてみましたというところで、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。